のささやきの朗読やあの夜の静けさは今でも耳の奥に張り付いている。車で林道に入った瞬間から何かがおかしかった。思い出すだけで背中がじわっと汗ばむ。その林道は地元じゃ夜は絶対に通るな、そう言われている場所だった。理由を聞いても誰も詳しく教えてくれない。ただ遠回りになっても避けるほどの道。俺たちはそれを逆に面白がってしまった。少し休んだら戻ろうぜ。そう言って車を止めたのが間違いだった。エンジンを切った瞬間、空気が変わった。音が全部消えたんだ。風も、虫も、枝の擦れる音も。耳の奥が詰まるみたいな、妙に重い静けさだけが残った。林道の両側は、杉の枝が屋根みたいに覆いかぶさっていた。空が細い線でしか見えない。暗闇が車の表面をぬめるようにまとわりついてくる。そこで友人が、ちょっとトイレ行ってくる、と外へ出た。懐中電灯を手に砂利を踏む音を立てながら進んでいく。パキッ、パキッと枝を踏むあの軽い音が暗闇に吸い込まれていく。俺はその音を聞きながらなんとなく嫌な予感を覚えていた。けれど戻るはずだと思っていた。数分後には。だが音は途中で急に止まった。懐中電灯の光もそれっきり見えない。俺は気になって窓を少し開けて声をかけてみた。おーい、どうした？返事はない。友人の気配ごと音が消えていたんだ。沈黙の中、耳を澄ませた時だった。林道の奥、さっき友人が向かった方向とはまるで別の場所からザリッ、ザッと地面を引きずるような足音がゆっくりとこっちへ向かってきた。その足音は人の歩き方ではなかった。重いのか軽いのかわからない。踏むというより地面に何かを引きずっているみたいな音だった。ザリッ、ザッ。間を置いてまたザリッ。俺はドアを開けずガラス越しにじっと奥を見た。懐中電灯の光は一切戻ってこない。友人の足音でもない。耳を澄ませると距離が分かってしまう。それは確実にゆっくりと近づいてきている。おーい、戻ってこいって。喉が引っかかったように声がうまく出ない。さっきまで横にいた友人の気配が丸ごと消えているんだ。その空白を埋めるように知らない何かの気配がだんだん濃くなっていく。足音は車の正面からではなく、車の横を回り込むように移動していた。明らかに俺の止めた車を見つけて歩いている。息を殺して動かないでいると、運転席側の窓の外で足音が止まった。俺は震える手でスマホを握りしめながら視線をゆっくり窓へ向けた。でも何も見えない。ただ気配だけが張り付くように窓にまとわりついている。次の瞬間、ガラスのすぐ外で開けてと擦れた声がした。俺の心臓が一度止まった。その声は友人の声ではない。男女の区別もつかない。年齢もわからない。ただ窓の上を爪でなぞるようなかすれが混じっていた。ガラスが微妙に揺れる。
呼吸が外から張り付いているみたいに曇っていく。絶対に開けたらまずい。そう理解できるほど気配が濁っていた。声はまた言った。こっち、おいで。その瞬間、車の後ろで別の足音が動き出した。二つになって車を包むように歩き始めたんだ。俺はただシートに体を沈めて目を閉じた。見たらいけないものが外にいる確信があったんだ。その時、車の後部ドアがガチャッと引かれた。鍵をかけているはずなのに、金属がきしむ音が響いた。外から引っ張る力がどんどん強くなっていった。後部ドアを引く音はどんどん強くなった。ガガ、ガリッと金属が悲鳴を上げる。鍵は閉まっているのに、外側からこじ開けようとする手の力だけが増える。俺はシートに沈んだまま目を開けられなかった。外にいるそれがどんな姿をしているのかわからない。ただ見た瞬間に終わると本能だけが警告していた。やがて後ろのドアの音が止んだ。代わりに車の屋根の上を何かが這う音がした。こと、ゴリゴリとタイヤの方へ降りていく気配。車体を掴んで下から覗き込むみたいに動いている。そして運転席側の窓に戻ってきた。ガラス越しにポンポンと指で軽く叩く音がする。出ておいで。声はさっきよりはっきりとしていた。まるで誘うというより、決まった順番をこなしているだけみたいな淡々とした響きだった。その瞬間、林道の奥で光が揺れた。友人の懐中電灯だ。おい、いるか？友人の声がした。だがその声は車から見える位置ではなかった。光は林道とは違う、ありえない角度から差している。まるで林の側面のずっと下から光が立ち上がってくるように。俺はとっさに叫んだ。ダメだ。来るな。戻ってくれ。だが友人は聞こえていないようだった。光がこちらに向かって斜面の下から上へ人が登れないほどの角度を移動してくる。その不自然な動きに気づいた瞬間、友人の声が変わった。おいで。車の横のそれと斜面の下の光が全く同じ声で同時に言った。顔から血の気が引いた。どちらも友人ではなかった。車の横のそれと斜面の下の光が全く同じ声で同時に言った。次の瞬間、窓の外に友人の顔だけが張り付いた。体は見えない。首の向きもおかしい。その顔がねじれたまま俺の方に倒れ込んでくるように押し付けられた。ガラスがミシミシとなる。見つけた。その声を聞いた瞬間、俺は反射的にキーを回した。エンジンが爆発するようにかかり、ライトが闇を突き破った。外にいた顔が光に照らされた途端、ガラスからずるりと落ちて消えた。俺はアクセルを踏み込み、林道を一度もバックミラーを見ずに走り抜けた。安全なところに出て車を止めて気づいた。後部ドアの外側に人の指の跡が5本深くくっきりと残っていた。あの日から俺は二度と林道で車中泊をしていない。
あの竹林に入った夜の空気は今でも忘れられない。思い出すと胸の奥がキュッと縮む。あそこで車中泊なんて絶対にしちゃいけなかった。地元の古い人はあの竹林を結界が張られた場所という。理由は教えてくれない。ただ真ん中を踏むな、奥を見るな、夜に近づくな。その三つだけは耳が痛くなるほど繰り返された。その日俺は遠出の帰りで眠気に負け、たまたま竹林の入り口に車を止めてしまった。本気で寝るつもりではなかった。少し休んだらすぐ出るつもりだった。エンジンを切った瞬間、空気が沈んだ。竹が風もないのにピシッとなる。葉の揺れる音もしないのに、薄いざわめきだけが耳に残る。森や林とは違う、閉じられた部屋の中みたいな息苦しさがあった。変な場所だなぁ。独り言をつぶやいたその声が自分のものではないように響いた。車の外は真っ暗。街灯どころか星の光すら竹に遮られて見えない。ライトを一瞬つけても緑の壁が跳ね返すだけで奥行きがない。そこでふと気づいた。竹林の奥、真ん中だけ色が違う。黒くぬめるような闇が帯のように横たわっている。まるで細長い穴が地面に開いているみたいに。嫌な予感がして視線をそらした瞬間だった。車体のどこかがコンコンと叩かれた。弱いけれどはっきりとした音。俺はゆっくりと振り向いて窓の外を見る。誰もいないはずの暗闇に竹の影とは違う丸い影が窓の高さでゆっくりと揺れていた。呼吸が止まる。その影は竹林の奥、さっき見た黒い帯の方向へふらりと動き、次の瞬間窓の横に立っていた。輪郭がわからない。人かどうかもわからない。ただ確実にこっちを見ている何かだった。そして車のすぐ外で、こっち。とかすれた声がした。その声は人の声ではなかった。窓の横に立ったそれは人の形とは少し違っていた。首の位置が高すぎる。肩の落ち方もおかしい。何より輪郭が竹の影と混ざって境目がわからなかった。その曖昧な形が窓のすぐ外でぬるっと動いた。俺はシートに体を沈め息を止めて固まった。懐中電灯をつけようとは思わなかった。光を当てたら見えてはいけないものまで見える気がした。その時竹林の奥でパキッと大きな枝の折れる音が響いた。同時に車の反対側でコンコンと叩く音。運転席の外、後部ドアの外、タイヤ付近。まるで何体もが車を囲んで場所を移動しているみたいに音があちこちから聞こえてきた。ふざけんな。なんだよこれ。声が震えていた。だが怒りでも恐怖でもなく、ここにいてはいけないと全身が理解してしまった時の声だった。ふと視界の端で竹が揺れた。風はないのに竹一本だけが不自然に曲がり、次々と奥へ向かって押し倒されるように揺れていた。まるで竹林の奥で何か巨大なものが動いている。嫌な汗が背中を流れた。そしてさっきの黒い帯の位置から人のものではない四つん這いとも違う歩き方の影がにじみ出てきた。影の中心だけ真っ暗で形がない。手足らしきものが地面をつかむたびにザリッザリッと砂を引きずる。それがまっすぐ車へと向かってくる。
俺はスマホに手を伸ばしたが画面がつかなかった。バッテリーはあった。なのに光らない。何度押しても反応しなかった。これはやべえな。とつぶやいた声が自分のものに聞こえなかった。影は車の数メートル手前で止まり、ゆっくり首らしきものを上げた。その形のない顔が確かにこっちを見た。そして、中、と小さく言った。そいつは中に入れてと言っている。でも声は人ではない。湿った土の音や竹が折れる音が混ざったようなありえない声だった。次の瞬間、車のすべての窓がドンと内側へ押された。誰かが本気で押し込んでいるような衝撃。ひびが細かく広がった。あと一押しで割れる。俺は震える手でキーを回そうとした。その瞬間、車の真横の闇からまるで耳の中に直接入ってくるような声がした。もう入ってるよ。もう入ってる。その声を聞いた瞬間、背中を氷でなぞられたみたいに体がこわばった。入れてもいないのに、もう中にいる。俺は意味を理解するより早く、運転席の後ろ、すぐ耳の後ろで、コトッと小さな音がした。まるで誰かがそこに指を置いたみたいな軽い音だった。俺は振り向けなかった。もし見れば終わると全身が言っていたんだ。外ではガラスを押す衝撃が続き、内側からも何かが動いている。外と中のどちらに何がいるのか、もうわからなかった。そして突然竹林全体がバサッと音を立てて揺れた。風ではない。竹一本一本が巨大なものに触られたみたいに同時に揺れる。その波が中心、黒い帯へと収束し、地面が脈を打つようにボコリ、ボコリと盛り上がった。闇が呼吸をしている。そうとしか表現できなかった。俺は反射的にキーを回した。エンジンがかかり、ライトが竹林を切り裂く。その瞬間、後ろのシートでバサッと何かが立ち上がった気配がした。振り向けない。見るな、見るなと頭の中で叫び続ける。ライトに照らされた竹林の奥では、黒い帯が生き物のようにうねり、四つん這いの影がその中へと吸い込まれようとしていた。だが戻る前にそいつは最後にこちらを振り返った。形のない顔の位置がライトの端にぬるっと入る。それだけで心臓が握りつぶされるような圧がかかった。俺はアクセルを全力で踏み込んだ。竹林の間を抜けながら、外でドン、ドン、ドンと車体を叩く音が続いた。背後では竹が折れる音と何かが地面を引きずる音が重なり合う。絶対に振り返らなかった。後ろに何がいるのか分かりたくなかったからだ。結界の手前まで一気に走り抜け、外の空気に触れた瞬間、すべての音が止んだ。息を整え、恐る恐るバックミラーを見た。竹林の奥、さっき黒い帯があった場所に白い顔だけがこちらを向いて立っていた。体はない。顔だけが竹の間に縫い付けられたみたいに浮かんでいたんだ。そしてその顔の下、地面の土が人の手の形に盛り上がって揺れていた。俺は叫びながらその場を離れた。翌朝車を確認すると、後部座席のフロアマットに湿った土が一握り落ちていた。今でもあの竹林には近づけない。結界の奥に何が入ってきたのか知りたくもないからだ。
あの夜の空気を思い出すだけで胸がざわつく。参道の駐車帯で寝ただけなのに、あんなものに気づかれてしまったんだと思うと、今でも背筋が冷える。その山は地元で山主がいると言われていた。山の神とか動物の霊とか、そういう優しい言い方ではない。この山は人を見ていると年寄りが口にする場所だ。俺は遠出の帰り、眠気が限界になってしまい、たまたま広い駐車帯を見つけて車をそこに止めた。本来なら深夜の山で車中泊なんて絶対やらない。けどあの時は気が回らなかったんだ。エンジンを切った瞬間、空気が一気に重くなったのを覚えている。静かじゃない。静かすぎるんだ。虫も鳥もいないし、風が止まって空気だけが生き物みたいにまとわりついてくるんだ。ライトを消すと闇が窓に押しつぶされるように張り付いた。街灯なんてどこにもない。山の輪郭すら見えない。俺はシートを倒して少しだけ休もうと目を閉じた。その瞬間だった。コトンと車の天井が軽く叩かれた。石が落ちた？それとも鳥？そう思って起き上がったが、天井に何も触れていない。耳を澄ませた瞬間、車の右側の闇がぐっと濃くなった気がした。山の斜面はライトを消すと何も見えない。けれどそこに誰かがいるとわかる気配があった。足音も呼吸もない。ただ視線だけが刺さるように向けられている。背筋を撫でられるような不快感で、俺は窓をわずかに開けて外の空気を吸おうとした。その瞬間、ザリッと斜面の土が誰かの足でゆっくり押しつぶされるような音がした。一歩、また一歩、誰かが斜面を登ってくる。俺は静かに窓を閉じた。鍵の音がやけに響いた。暗闇の奥から何かがこちらへ歩いてくる。ライトもなしに迷わずまっすぐ車へ向かって。次の瞬間、闇の中にこちらを覗き込む白い顔の形だけが浮かんだ。人間かどうかわからない。ただ目の位置のあたりが深い穴みたいに黒かった。そして車に張り付くようにして動かない。心臓が跳ねた。その顔の形はまるで自分の匂いを嗅ぐように窓をゆっくりとなぞってきた。この山は人を見ている。年寄りが言っていた理由がこの瞬間に分かった。白い顔の形はしばらく窓に張り付いたまま動かなかった。息遣いは聞こえない。目も口も鼻もないのに、顔だけという存在感だけがずっとそこにあった。俺はシートに沈み込んだまま動けなかった。やがてそれは窓をスッと滑るように横へ移動した。まるで俺の存在をゆっくりと確かめるように。その動きに合わせて車の外を包む闇も一緒に揺れた。影じゃない、山そのものが息を吐いているような揺れだった。そして車の後ろへ回った。そこでコンコンと軽く車体を叩く音。叩かれているというより呼んでいるみたいだった。やめろ。小さくつぶやいた声が震えていた。すると今度は車の左側、さっきとは逆の斜面でザリッと何かが登ってくる音がした。一体何体いるのかわからない。気配が左右から同時に近づいてきて車を囲むように動いている。そして後部座席のドアの外で誰かが立ち止まった。音はしない。匂いもしない。
でも誰かがいる。その存在が車の中を覗き込んでいるのが分かった。ドア越しにコツッと一度だけノックされた。それは人間のノックの仕方とは違っていた。軽いのに妙に深く響く。山の地面そのものを叩いたみたいな重さがあった。俺は息を止めたまま固まった。次の瞬間、車が傾いた。外から何かが後部のバンパーをぐっと押し上げた感覚。まるで巨大な手で車ごと持ち上げようとしているみたいだった。サスペンションがきしむ。シートが揺れる。心臓が跳ねる。窓の外で砂がゆっくりと落ちる音がした。斜面を崩しながら何かがさらに近づいてきている。その時だった。天井の上からトットットッと歩く音がした。鳥でも獣でもない。二本足の重さのある歩き方。ゆっくりと前方へ移動し、運転席の真上で止まった。俺は無意識に目を閉じた。見たら終わると分かった。そして天井越しに、見てるぞ。と低い声が落ちてきた。声は山の底から響いてくるような、湿った土をかき混ぜたみたいな音だった。それは見ているのではなく、昔から見ていたと言っているようにも聞こえた。そして天井の歪んだ鉄板がメリッと押し込まれた。上から誰かの指が食い込んでいる。このまま押し破られる。俺は震える手でキーを握った。天井に食い込んだ指はギシギシと鉄板を押し下げてきた。まるで車を皮ごと剥がそうとするみたいに、ゆっくり確実に力を込めてくる。金属の悲鳴が車内に響く。サイドミラーが震え、窓が細かくたわむ。逃げなければ、そう思うのに体が言うことを聞かない。その時運転手の横の窓に白い顔の形がぬっと近づいた。上下がわからない。黒い穴のような目の位置だけがまっすぐ俺の顔を覗き込んでくる。そしてガラス越しに何かが笑ったように見えた。音はない。なのに笑ったと分かった。天井の指と横の顔と後ろの斜面の足音。三つの気配が俺を中心に収束していく。まるで山そのものがお前を見つけたと息を吹きかけてくるみたいだった。天井がさらに沈んだ。金属がベキッと割れる音。このまま押し破られる。俺は叫ぶようにキーを回した。エンジンが爆発するようにかかり、ヘッドライトが山の斜面を照らした。その瞬間、白い顔の形だけが光の中でぬるっと溶けるように後ろへ引いていった。天井の指も押し下げたまま止まり、次の瞬間ボタリと外へ落ちた。まるで今は許すと言われたような気味の悪い間があった。俺はアクセルを踏み込んで駐車帯を飛び出して山道を全力で降りた。途中バックミラーを見るたびに後ろの闇が形になりかけているのがわかる気がして、怖くて一度も後方を直視できなかった。麓の明かりが見えたとき、ようやく息を吸えるようになった。安全な場所に車を止め、しばらく震えながら外に出て天井を見上げた。そこには巨大な指で押したような5本のくぼみがはっきりと残っていた。さらに後部バンパーには引きずったような土の跡が斜面の方向へと伸びていた。まるで途中まで本当に持ち上げられたみたいに。地元に戻ってあの山の話を年寄りに聞くと、
俺の話を全部聞き終えた後、静かにこう言った。山の主は気に入った人間を覚えるんだ。一度見つかったらもう行かん方がええ。その言葉を聞いて全身に鳥肌が立った。俺はあれ以来あの山には近づいていない。夜になると車の天井がコトンと鳴る気がするからだ。